似ているようでどこか違う。そんなベーシックの中に潜む違和感。決して派手なわけではなく、一目では気づかない。絶妙なズレに魅了された人たちが静かに熱狂するブランドがあります。それが、アワーレガシーです。まず、アワーレガシーについて簡単に紹介すると、アワーレガシーはスウェーデンのストックホルムを拠点とするインディペンデントブランドで、2005年にヨックム・ハリン、クリストファー・ニング、リチャード・クラレンによって設立されました。ディテールと素材にこだわり、特徴的なシェイプと特注のファブリックで長年にわたって熱狂的なファンを擁するブランドで、ファッションシーンに繰り返し登場する定番アイテムを再解釈しながら、それでいて馴染みのあるシルエットが特徴。完全なスタンダードでもイレギュラーでもない、それらの狭間に存在する独特のセンスが魅力的です。シーズンごとのコレクションもリリースされますが、今回の動画ではそんなアワーレガシーがシーズンを問わず定番でリリースするコレクション、コアコレクションのアイテムについて紹介していきます。まずはコアコレクションのみならず、アワーレガシーを代表する一等アイテムといえるモヘアカーディガンになります。一見すると極めてオーソドックスなモヘアカーディガンに見えますが、ドロップショルダーで身幅は緩め、いざ着用するとまるで古着屋で出会う一点物のニットのように、本来こうあるべきというサイズ感が計り知れない絶妙な緩さのオーバーサイズなシルエットになっています。そしてどこからともなく漂うグランジの香り。モヘアと言われますが、表情がモヘアライクであるだけで、厳密にはウールやポリエステルをメインにアルパカやアクリルなどを細かく配合した混紡素材になっていて、いわゆるモヘアニット特有の柔らかい温かみのようなものは完全にカバーしながらも、どこか物珍しい不思議な雰囲気を兼ね備えています。元から毛むくじゃらな生地感ですが、着用を重ねるごとにだんだんと毛羽立ってモケモケとした表情に変わっていき、馴染んできた頃にはニルバーナのフロントマンカート・コバーンのスタイルを彷彿とさせるような、何とも言えない独特の魅力を帯びてきます。ボタンはモデルによって異なり、こちらのブラックのモデルであればホーンボタン、グレーのモデルはレザーボタンになっています。どちらもただのボタンでないことは一見してわかりますが、特にレザーボタンの方は経年変化が楽しみやすい仕様になっていて、少し荒削りな角への当たりが徐々にダメージとして蓄積されていきます。こういった育てがいのあるディテールもグランジな雰囲気を加速させていて、唯一無二の存在感があります。一方、パッと見でこれが確実にアワーレガシーだと断定できるような、そんなわかりやすい意匠は一切使われておらず、その匿名性の高さも多くのファンを獲得している理由の一つかと思います。世の中には無数のカーディガンが存在していますが、毛足やディテール、シルエット、全てを鑑みたときに、やはり間違いなくその他多くとは一線を画す存在になっているかと思います。ただ、サイズ感はどのように着たいかで非常に難しく、自分は身長が180センチですが、ライトアウターの上からも重ねられるぐらいのサイジングで考えるなら48、気持ちもう少し体に沿う形で着たいなら46で着ています。これはベストサイズが目指す着方で変わってくるので、自分のように2着買うのも一つの選択かと思います。次はカーディガンと同じ生地を使用したフルジップフードです。これはもう素材感という意味ではカーディガンと同じですが、同じ生地のパーカーもこれまた非常にいい。パーカーという方の方が基本的にコットン素材を想定されるはずで、ウールのニットパーカーとなるとアイテムとして持っていない人の方が多いように思います。それを特別なブレンドウール素材で作り、さらに乱暴のダブルジップを裾からフードの先まで、端から端まで走らせる。少しのことで温かみのあるカーディガンとは異なるラギットな表情に仕上がっています。ただ、カーディガンもこちらのパーカーもどちらも内側からの肌触りは決していいとは言えず、タンクトップや半袖の上から着るにはあまりにもこそばゆいので非常にかっこいいですが、その着方は実質不可能と考えていただく方がいいかと思います。次はアワーレガシーを使うスタイリングのベースとして最適なデニム、サードカットになります。サードカットはアワーレガシーが定番でリリースしているデニムのシルエットの名前で、トロンプルイユのモデルも有名ですが、自分が持っているのはスタンダードなヴィンテージウォッシュのモデルになります。デニムといえば
どのブランドからも思い思いにリリースされるアイテムですが、これはアワーレガシーらしい絶妙なバランス感が際立ったワイドストレートのシルエットになっています。基本的にあらゆるデニムの原点にはリーバイスの501があって、世間一般のいわゆる一番わかりやすいストレートシルエットはそれをベースにしながら作られている気がしますが、適正のサイズでぴったり履けば履くほどどこか真面目で遊びのない窮屈さを感じます。ただ一方で流行りのワイドシルエットは度が過ぎていたりして、結果定番モデルからサイズを上げたり下げたり、古着屋での出会いに期待してみたり、ジャストからずらすことで自分の好きなバランスを探しに行く人も多い気がします。そんな中でこのサードカットは普遍的ながらもかっこいいサイジングを適正サイズとして提案してくれます。股上は深くて丈は長すぎず、ロールアップをせずとも裾の当たり具合がしっかり見える状態で履くことができます。ディテール部分では特徴的なのがこの透明のビニールラバーパッチ。レザーか紙か、おおよそその2択と相場が決まっていそうなところを、あえて PVC、ポリ塩化ビニール素材で仕上げているのが、いい意味でひねくれたアワーレガシーらしいところです。少し近未来感のあるディテールにも思いますが、ステッチを見てみると、こちらはヴィンテージを踏襲したイエローステッチになっていたり、決してどちらにも落ち着かせはしない強いこだわりを感じます。細かいリベット類もすべてアワーレガシーと刻印されたオリジナルの付属物で仕上げているのもさすがです。フロントジップは YKK で日本人としては誇らしさも感じますが、シンプルにボタンフロントよりも利便性が高く非常に履きやすいです。自分は丈に合わせて31インチで履いていますが、ベルトで締めて履いていて、ウエストに合わせるなら30インチや29インチでもいいのかもしれません。かっこいいサイジングではありつつ、このあたりは自分のように全てがジャストフィットといかない場合もあり、個人によると思いますので、ぜひ一度履いていただくのが一番かと思います。そして最後に紹介するのは、イブニングコーチジャケットです。名作として上がるイブニングポロと同じく、アイテム名にイブニングを冠したコーチジャケットになります。一般的にイブニングウェアとは夜の社交の場に用いる礼装のことを言い、イブニングドレスなどは耳馴染みがあるかと思いますが、アワーレガシーが手掛けるこちらはイブニングコーチジャケット。スポーティーなコーチジャケットをベースにしつつ、カラーはブラックでクラシカルな型に落とし込み、無駄なディテールを全て削ぎ落とし、ドレッシーに仕上げたフォーマルな一着になっています。上質なイタリア製コットンにブラッシュド加工を施し、起毛感のあるマットな表情で、ボタンはアンティークプラスチックとも言われるガラリスを使ったボタン。これまた非常にマットでミニマルな雰囲気を加速させてくれます。ブルゾンではありますが、アウターシャツに近いイメージで着用できて、これは内側からの肌触りもいいため、タンクトップの上から羽織ることができます。緩やかなボックスシルエットでもあるので、着る分にも快適で、いろんなアイテムとも合わせやすく、徹底して統一したブラックのカラーも相まって、カジュアルよりもむしろ高級感が漂うイブニングの名にふさわしいアイテムです。こうして紹介してきましたアワーレガシーのコアコレクション。アワーレガシーを形容するにあたって、まるでモデルの私服という表現を耳にすることがあります。確かにと、なんとなく納得してしまいそうですが、その理由を突き詰めるとおそらく、ファッション全体におけるいわゆるスタンダードを理解し、その距離感を適切に取りながら、さらにスタイリングが垢抜けて見えるサイジングやバランス感を提案してくれるところにあると思います。その絶妙なセンスに魅了されてしまったなら、ぜひ一度調べてみてください。ご視聴くださり、誠にありがとうございました。